どれ湧いてきたかな？ほら湧いてきた。ひゃ、うまそう。もうゼラチンたっぷり。はい、どうもこんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。最近大雪が降りまして、それでね、ここ1週間めちゃくちゃ寒い上にお客さんが全然来なかったんですよね。辛い1週間でした。でね、もしかしたら今日もね、暇なのかなと思って大物の魚を仕入れたんですよ。それでちょっとね、空き時間でやろうかなと思ったんですけども、ところがどっこいめちゃくちゃ今日忙しくてですね、大変ありがたいんですけれども、その大物をさばくことができなかったんです。はい。でね、今営業が終わって店内誰もいません。なのでね、一丁その大物をさばいてみようかなと思います。でね、この子は実はですね、あまりさばいたことがないんですよ。なので、今日はね、バッチリ調べました。そうなんですよ。しかもね、去年もさばいてないし、遡るとですね、3、4年さばいてないんじゃないかなっていう魚です。毎年ね、さばきたいなと思うんですけれども、なかなかね、ちょっとできなかったので、今日はね、ぜひやってみたいなと思います。じゃあ、そんな大物をちょっとご紹介いたします。一緒に行きましょう。はい。こいつでございます。わかります？わかりますか？重い！重たい！さっきね、伝票見たら 11.5 キロって書いてあったので、まあめちゃくちゃ重いですね。なんとなく見てわかると思うんですけれども。そう。今日はですね、あんこうです。あんこうをさばいていきたいと思います。はい。では、準備に取り掛かりたいと思います。はい。それでは、本編をどうぞ！よいしょ。よし、じゃあ、さばいていこうと思います。今回はね、大物なので、長丁場になるかなと思います。もうね、頑張りたいと思います。ちょっと皆さん気づいたと思うんですけれども、なんでこれ肝が出てるんだと思いましたよね。そうなんです。胃の中、やっぱり、中をね、掃除しないと悪くなっちゃうじゃないですか。悪くなるといけないので、腹をさばいたものをいただきました。魚屋さんの判断でね、先に取ったということです。うわ！すごい！見てこれ！見てください！この子！すごいなぁ。さあ、やっていきますか。まずはね、ぬめりを取らないといけないですね。今日は、吊るし切りじゃなくて、まな板でやりますので、ぬめりを取ってね、ちょっと滑らないようにしたいと思います。茹でてからね、たわしとかで綺麗にすると、ぬめり綺麗に取れますので、なのでね、これは、ある程度やって、まな板の上でね、滑らないくらいの状態にできればなって思いますけれども。やっぱね、魚の掃除するとね、知らない間に、ぬめりもそうなんですけど、血とかがね、白衣にくっついてたりするんですよね。そうするとね、やっぱりちょっと見栄えも良くないですし、清潔感がないじゃないですか。こんなこんなで。はい、ちょっとね、腹が割れてるんで、ちょっとやりづらいんですけれども。よし、決めた。腹の中も割れてるんで、もう部位ね、もらっちゃいます。これね。その方が早い。ほら、あんこうの肝。ね、肝。本来ならね、腹を割って出すもんなんですけども、今回はね、もう先に魚屋さんがやってくれてたので。はい。後でね、あん肝にしたいと思います、これを。これが卵巣ですかね。卵巣かな。で、これが胃袋。これが胃袋ですね。さあ、じゃあこの状態でね、食べていきましょう。さあ、どうだ？見えますか？すごいな、画角もうちょっと。すごい。これでも大きすぎて画面に入らないっていうね。はい、こんな感じです。上からも撮っておきます。さあ、じゃあね、やっていきますか。そしたら、まずここからね、取っていきましょう。はい。よいしょ。物自体はね、そんなに硬くないんですよ。あんこ。やっぱり深海魚なんで。なのでね、さばくこと自体はそんなに難しくないんです。まずね、皮を剥いでいきたいので。
実はね、僕、両方やったことあるんですよね。まな板の上でもさばいたことあるし、あとね、吊るし切りもね、実はやったことあるんですよ。一度あるんです。でね、それを両方やった結果ね、確かにその吊るし切りの方がやりやすかったっていう記憶はあります。でもね、だからといってまな板でできないわけではないんですよ。まな板もね、全然できます。やってることは一緒なんで。ただね、皮一つ剥くにしても、やっぱり吊るしてる方がね、こう両手で一気にガーって引けるので、そういう意味では楽ですよね。うん。僕がこの吊るし切りをやったのは、店じゃないんですよね。店の仕込みでやったわけじゃなくて、あるね、小学校でね、一度ちょっとこう、食育がありまして、ある小学校で、食を育てるって書いて食育って言うんですけど、っていう授業があって、それでね、一度お呼ばれしたことがあるんです。その時にね、このあんこうの吊るし切りを披露したんですよ。その時はね、はっきり言って一回もやったことなかったので、もう YouTube 何回も見て、もう穴が開くほど見て覚えてやったんですけれども、その回があってかね、吊るし切りの方は無事成功しました。こんな感じで剥いていきますと。このね、歯だけほんと気をつけないとね、すごい牙持ってるんで。さっきの吊るし切りのお話ですが、そうですね、やはりね、成功はしたんですけれども、課題もありましたね。例えば、あんこうっていうのはすごく水を含んでる水分が多い魚なんですけれども、吊るし切りをした時に腹をですね、包丁で切ると水が結構飛び散るんですよね。それであんこを吊るしたその様がですね、子供たちからしたらものすごく興味が湧いたんでしょう。そうするとね、前に来ないでくださいと言いつつ、やはり子供たちは結構こう近づいてくるわけですよ。前の方に。そうすることによって水がですね、子供たちにかかりそうだったので、これがですね、今後吊るし切りを人前でやっていく上での一つの課題になりましたね。ほら見てごらん、こっち。犬だよ。犬じゃないの？さっきも犬っつう。めっちゃいる。さあ、あんこうの下処理の総仕上げになります。さばいたあんこう。今まで見てもらってわかるように、ぬめりがすごくて、汚れも当然ありますので、必ず湯通しする必要があります。そして、湯通しした後に、たわしなどを使って、きれいに磨いて汚れを取ります。ここまでがあんこうの下処理の一連の流れになります。見てもらってわかるように、とてもですね、手間のかかる魚なんですよね。今回カメラを回しながらの下処理だったので、いつもの倍以上かかりましたけれども、久しぶりにさばくことができて、自分にとってもものすごく勉強になりました。今シーズンチャンスがあれば、今度はね、吊るし切りでさばいてみたいなと思いますので、その時はまた動画に上げたいと思います。はい、本日の仕込みは以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、今日さばいたあんこを使ってあんこう鍋を作りたいと思いますので、ぜひご覧になってくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。